皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年8月3日に福岡ドラムロゴスで開催されましたバンドメイドツアー2025の12公演目、セカンドラウンドの4公演目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。昨日の熊本 B9V1 の小鳩スペシャルの翌日、早々にホテルをチェックアウトして福岡に向かいました。新幹線で40分ですので近いです。それで博多駅にお昼前に着きまして、とりあえず一旦会場を確認しに行きます。いつものバンが止まってましたので、ここかと思ったら間違いで、福岡ドラムロゴスはもう少し先にありました。とりあえず会場は確認できましたので、お名手様仲間と天神のソラリアステージ地下2階の天神ホルモン総本店というお店でマルチョウ下がり定食をいただきまして、2日連続となるお給仕に備えてスタミナ確保です。それで再度会場に向かいまして、物販準備が始まった会場を確認して、会場の前の公園の木陰になっているところで物販開始を待ちます。インスタに上がったご当地 BB シャツは白地に黄色のロゴマーク、大当たりのウルトラビッグポスターは小畑さんのメッセージ入りでした。ご当地 BB シャツは白地ということで、すでに2着持っているものとほぼ同じでしたが、モデルの小畑さんが可愛かったので買ってしまいました。ということでご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果は最後10枚目に開いたくじがまさかの大当たりです。インスタで小畑さんが持っていたウルトラビッグポスターが当たってしまいました。いやいや、完全なる特大当たりです。こんなのは初めてですね。ついにやってしまいました。多分1000枚くらいある今回のくじの中に1枚しかないのを引き当てたということで、自分の強運にびっくりです。最高の宝物です。いやいや、前々回の札幌遠征からいいことがいろいろ起こりすぎです。もう9時前なのに興奮マックスになってしまいました。興奮冷めやらない状態でしたが、とりあえず会場近くに取ったホテルにチェックインして、ウルトラビッグポスターはじめ戦利品と荷物を置いてご当地 BB シャツに着替えて手ぶらになって再度会場へ向かいます。会場に着くとちょうど入場待ちの列が作られようとしているところでした。公園の周りに並ぶ感じになりますが、今回の私のチケットは A226 番と昨日の熊本とほぼ同じ、いつもの良くも悪くもない感じです。公園の横の一番後ろぐらいに並んで入場を待ちます。入場時刻になって列が動き始めて、いよいよ会場入りです。会場に入ると、ここの会場も段があって後ろが高くなっているフロアです。やっぱり10列くらい埋まっている感じでしたが、一番前の段の前方に隙間がありましたので、上手の方から入っていって、またほぼど真ん中、やや下手寄りの最ちゃん前7列目くらいに入ることができました。待っているとやっぱりスタッフさんからもう少し前へ詰めてくださいのアナウンスがあり、さらに前に行きます。目の前と右隣に背の高いご主人様がおられましたが、なんとかなるでしょうという感じでした。天井がめちゃくちゃ高いのにエアコンがすごく効いていて寒いくらいでいい感じです。バックドロップはリボンのマークに戻っていましたし、ボグナー改めカナミのアンプも確認できました。会場の上手側の壁を見ると3階まで一直線につながる階段があることがわかります。少し隙間があって誰かが通ればわかる感じでしたので、周りの方もミードさんたちが通るのを見ながら待つ感じでしたね。それで帝国を少し過ぎた頃、まさに何人かが通っていくのが分かりましたので、会場はざわついて、やっぱり少ししたら BGM が止んでフロアの照明が落とされて、大声援と手拍子がフロアに響きます。SE が流れてきて歓声と手拍子がさらに大きくなります。この時の高揚感って気持ちいいんですよね。その階段がある上手からあーちゃんを先頭に明朝美沙さん、小畑さん、さいちゃんがステージに入ってきて、フロアからさらに大歓声が上がります。メイドさんたちが配置について SE が止んで、いつものお給仕開始前の期待と緊張が交差する時間になります。そこに響いてきたのは1曲目となる前のさいちゃんのボーカルと明朝のアルペジオです。私的には12回目となる初っ端の前ですが、なんかいつも新鮮な感覚でさいちゃんの歌に聴いて、イントロで思いっきりちゃんとしながらお給仕の開始を味わえます。目の前にさいちゃんと小畑さんが出てきてくれますが、目の前のご主人様が長身なので顔を動かしながらさいちゃんと小畑さんの姿を拝みます。 A メロの明朝の軽快なリフに気持ちよく踊りながら楽しんで、 B メロはミサさんの激しいベースラインを堪能しながら手拍子で楽しみます。それであーちゃんの気持ちいいドラムフィルでサビに入ります。手を振り上げながら完全に心と体はお給仕仕様に塗り替わります。サビの無駄なものは一つも見つからないのところは拳を突き上げる感じで盛り上がります。サビ終わりも同じように拳を突き上げて、そのまま感想でちゃんとです。さえちゃんも小畑さんも近いので、歌ってる時の顔も拝めて最高です。それで2メロはやっぱり冒頭のあーちゃんの激しいドラムフィルを見て聴き入ってしまいます。さすがに真剣なあーちゃんの顔も拝めます。B メロでまた手拍子で盛り上がって、あーちゃんのドラムフィルから2サビです。
2サビ終わりからは落ちメロというかギターソロ前のブリッジに入ってミンチョのギターソロです。ミンチョは上手お立ち台でソロを弾いてくれますが、さすがにお立ち台を降りるときは慎重に降りてました。そうでした。ミンチョも笑顔いっぱいで大丈夫そうなので、ここで安心した記憶があります。ソロ終わりでラッサビになりますが、ここはやっぱりあーちゃんのスネアとタムを同時に叩くところが最高に盛り上がって、アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりです。ちゃんとの終わり方もフロアの息が完全に合ってるのがいいですね。曲終わりでの大歓声と拍手の中、続く2曲目のアンリッシュのサイちゃんのボーカルが始まって、イントロでみんなが前に出てきて爆発したようにフロアからちゃんとの大声が響き渡ります。それで1メロに入りますが、あーっていうところのシンガロングがなんか楽しいです。それでサイちゃんの劇場的からサビに入りますが、この劇場的はサイちゃんが後から入れたって言っていたと思うのですが、最高のサビへの入りになっていると思います。それで思いっきり手を振り上げながらだんだんリリだんだん叫んで感想になりますが、ミンチョは元気そうに笑顔で踊りながらギター弾いてくれてますので、さらに安心しました。それであーちゃんの気持ちいい6連みたいなドラムフィルから2メロに入ります。2サビも手を振り上げながらだんだんリリだんだん叫んで盛り上がりますが、2サビとラスサビにはある後半のところ、ヘドバンするところですが、1サビにはないという構成をどうやったら考えつくのかといつも思ってしまいます。それで落ちメロで思いっきり手拍子して、サイちゃんの Now We Go からミンチョのギターソロです。目の前で元気にギターソロを弾いてくれるミンチョを拝みました。だんだんリリだんだん叫び忘れないようにちゃんとで盛り上がってラッサビです。ラッサビ冒頭にサイちゃんが刺激的って言ってしまっていたように思いますが、聞き間違いかもです。それで最後アウトロではやっぱりサイちゃんがお立ち台から思いっきり煽ってきますので、こっちも思いっきりちゃんとして最後のだんだんリリだんだんをサイちゃんと小畑さんと一緒に叫んで曲終わりです。大歓声が上がる中始まった3曲目はプロテクト U でした。今回は小畑さんだけでなくサイちゃんもウーララ歌いますので、フロアも気持ちよくウーララララララのシンガロングになります。小畑さん少し笑っていたように思います。それで A メロはサイちゃんの歌とミサさんの心地よいベースとミンチョのトリッキーな感じのリフとあーちゃんのタムフレーズに聞き入る感じになりますが、 B メロはあーちゃんの変則リズムのドラムを聴きながらヘドバンで盛り上がります。それでサビ前のブリッジのようなところで手を思いっきり掲げてサビに入ります。サビ中のミンチョのリフもミサさんのベースもあーちゃんのドラムもめちゃくちゃ自由な感じで大好きですね。サビ終わりで感想なしで2メロになりますが、マナーズとかでもそうですが、ここでリフを変えてくるミンチョの感性はすごいと思いますし、私的に大好きなところです。それで手拍子になりますが、ここの構成って1メロにはないんですよね。こんなところもミンチョの凄さを感じてしまいます。で、あーちゃんのタムフレーズを楽しんで1メロにあったブリッジなしで2サビに入ります。この普通に聴いているだけだと気づかないくらい自然だけど、全然違う構成は本当にすごいです。それでサビ終わりでミンチョが上手を立ち台でスポットライトを浴びて、めちゃくちゃエモいギターソロです。最高です。ソロ終わりで落ちメロになってフロアは全力の手拍子で答えてラスサビに入ります。サビは3回とも歌詞も同じという、もう複雑なのかシンプルなのか素人には考えられない構成を堪能して、アウトロで最後思いっきりウーララのシンガロングして、最後目の前にいるサイちゃんだけのウーララを堪能して曲終わりのかき鳴らしになって大歓声と拍手になります。いつもの小さい子のサイちゃんの声も上がってましたね。ここで最初の MC になります。この頃にはまたなぜか4列目くらいになってました。小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽバンドメイドツアー2025福岡を90歩で大歓声となって、続けて嬉しいことにソールドアウトありがとうございますっぽでさらに大歓声となります。それで小畑さんが笑いながら、ステージがギューってなってますっぽ、今日も暑くなると思いますので体調管理水分補給もちゃんとして、気分が悪くなったら隣のご主人様お嬢様に助けを求めるんだっぽよみたいに言ってきて、フロアから子供のようにはーいって帰って、小畑さんもご主人様お嬢様は優しい人が多いと信じてますっぽみたいに言ってくれてました。それでいつもの小畑さんのフレーズのそれでは最高の夜にしましょうぽ楽しむ準備はできてますかぽに大歓声で答えて、素敵な夜にしましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで、今回は滞りなく最初の MC が終わって次セクションに入りました。 MC 明け最初の4曲目はドミネーションです。ミンチョのリフの間小畑さんはちゃんとブレイクしてました。サイちゃんのお手首はやっぱり行くぞーできましたね。ドミネーションもイントロでみんながステージの前に出てきますので、フロアは盛り上がって大声でのチャントになります。しかしこのドミネーションも典型的ですが、音源でも MV でもお給仕でも私的には何回見て聞いたかわからないくらいですが、飽きるという現象が全く起きないのは何なんでしょう。毎回楽しいですし、未だに新しい発見とかもありますし、なんか毎回新鮮です。
先行せよ。もうサビでサイちゃんに煽られながらハローハロー叫ぶのもいつも楽しいです。それで感想から2メロになって、やっぱりサイちゃんが歌う後ろで後ろのメンバーがあーちゃんのところで遊ぶ感じになります。こういうのがいいんですよね。久保田さんの掛け合いみたいなコーラスも大好きです。それで2サビに入ってまたハローハローのコール&レスポンスを楽しんで、その前のブリッジで一拍明けのちゃんとで盛り上がってミンチョの短いギターソロです。これが目の前で展開されます。それで落ちメロのあーちゃんの複雑なリズムのドラムを楽しんでラスサビに入って、またハローハロー叫んで、最後サイちゃんの D メロみたいなボーカルを堪能して、最後サイちゃんと一緒にハローハロー叫んでミンチョのソロみたいなアウトロです。この日もサイちゃんは目の前の立ち台から思いっきり煽ってきますので、こっちも思いっきりちゃんとしました。曲終わりで大歓声が上がりますが、次はあの曲だろうとフロアは一瞬静かになります。その静かになったフロアにサイちゃんのボーカルとミンチョと小畑さんのアルペジオが響いてきます。そうです。続く5曲目はフォービドンテールです。今回もサイちゃんにだけスポットライトが当たる感じで始まりました。そこに心地よい感じのあーちゃんのスネアロールとミサさんのベースが加わって、だんだん盛り上がっていって、あーちゃんのドラムフィルからサビに入ります。ここで弾けたように手を振り上げて盛り上がるところは最高です。続けて感想でちゃんとになって軽快な感じになる2メロに入る構成は本当に気持ちいいところです。それでジャジーな展開が来て、ミンチョのかっこいいギターフレーズから2サビに入って、また思いっきり盛り上がって、そのままサビ終わりのリアル完成です。ものすごい歓声が上がってました。そこからのあーちゃんのタムフレーズとミサさんのベースラインは最高です。それでサイちゃんの I hold you tight に入るところのあーちゃんのドラムも渋くて大好きです。それでラスサビに入ってもうフロアは興奮状態になって、最後のサイちゃんの All that I want ってなるところは小畑さんのコーラスも綺麗でヘドバンしながら陶酔します。それで最後アウトロで我に返ったようにちゃんとして曲終わりです。やっぱりフォービドンテールは気持ちいいです。ここでミサさんが下手の立ち台に立ってスポットライトを浴びながらクールな感じでベースを弾き始めて、フロアから大歓声が上がります。あーちゃんのドラムも加わってベイドラセッション開始です。ミサさんとあーちゃんがこの素晴らしいセッションをやってる間、後ろの小畑さん、サイちゃん、ミンチョは楽しそうに踊ったりしてるのもほのぼのしていいんですよね。それで最後は小畑さんがちゃんと煽ってくるのが定番化してきて、当然それに応えてフロアはちゃんとで盛り上げます。セッション終わりで歓声が上がる中、小畑さんが私の目の前に出てきます。そうです。目の前の小畑さんの強烈なシャウトで6曲目となるトワヤモアに入ります。バックのあーちゃんのドラムもすごいです。それでイントロに入って思いっきりシンガロングしますが、フロアからもすごい声が出てました。そこにサイちゃんが真ん中のお立ち台に乗ってきて1メロに入ります。あーちゃんのタムフレーズとそれに連動するようなミサさんのベースがたまりません。それでサビに入って思いっきりヘドバンしながらシンガロングもして、ミンチョのめちゃくちゃかっこいいリフの感想でちゃんとして2メロに入ります。あーちゃんの複雑なスネアのリズムが心地いいですし、B メロの時のミンチョの歌ってるようなギターも最高です。それで2サビもヘドバンして楽しんで、ミンチョの不協和音バリバリのギターソロです。後半はちゃんとスケールが合ってるのもいいんですよね。そこから C メロになってまた複雑なベイドラがあって、小畑さんのかっこいい掛け声みたいなコーラスからラスサビに入って、もう小畑さんのシャウトもバックの演奏もカオスな感じになって、それをバックに正確なリズムと音階で歌うサイちゃんに感心しながら、最後のアウトロで思いっきりシンガロングしてピタッと曲終わりです。すごい曲です。大歓声が上がって拍手となって、そこに流れてきたのはなんと7曲目となるアローンのイントロです。大歓声が上がります。前回までは U だったところに U に続けてまたレジェンド曲のフル尺バージョンです。メドレーから昇格といったら語弊がありますが、なんかそんな感じがしました。それで思いっきりイントロでちゃんとして1メロに入ります。 What is Justice がサイちゃんの高音マックスへの挑戦曲なら、このアローンは低音マックスへの挑戦曲ですね。あーちゃんのタカタンタンみたいなドラムも大好きです。このアローンは私的トップ10に入れた曲でもありますし、もう大興奮という感じでした。それで B メロに入って一拍開けてのちゃんとです。フロアの息もぴったり合ってました。それでサビに入ってみんな手を振り上げながら盛り上がります。後半は手を振り回す感じでおー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 のシンガロングしてサビ終わりでまた感想になります。感想でサイちゃんと小畑さんがおーおーって歌いますが、サイちゃんが言うには337の3ですね。何のことかわからないと思いますが、この後の MC と次回名古屋のお給仕への伏線です。それで2メロは1メロとは違うミンチョのギターフレーズやあーちゃんのドラムフィルやミサさんのベースラインを楽しんで、元に戻る B メロでまた一拍開けてのちゃんとで盛り上がって2サビになりますが、後半のあーちゃんが笑顔で手を広げてシンバルとスネアを叩くところが大好きです。それでサイちゃんの英語の語りみたいな落ちメロでミサさんのすごいベースラインも楽しんで、フロアもみんなで
3、2、1、GO の声出してミンチョのギターソロです。メドレーでは見て聞けなかった私的トップオブトップのギターソロを上手を立ち台でミンチョが演奏してくれます。もう至福です。思いっきりちゃんとしながらミンチョのギターソロを存分に堪能してラスサビです。ここの冒頭のアーチャーのドラムフィルも最高です。最後も思いっきりシンガロングしてアウトロになってフロアも全力のチャントで答えて曲終わりでの大歓声になります。ここでサイちゃんが真ん中のお立ち台に立ってシークレットマイリップスのイントロが流れてきます。目の前にいるサイちゃんがさあ福岡メドレーやるぞーみたいな雄たけびを上げてメドレー開始です。サイちゃんに煽られながらイントロで思いっきりチャントです。それで A メロに入ってお立ち台に立ったままサイちゃんが歌い始めます。札幌の打ち上げでガクチャンネルのまなぶさんが一番好きな曲を貼って梅氏にとって難しい質問をされたのですが、確か20人くらいいた中でこのシークレットマイリップスを上げた梅氏様が3人くらいいたと思います。当然私も大好きです。それで B メロの手拍子からサビに入って私的にはヘドバンしながら楽しみます。サビ終わりで一瞬めちゃくちゃかっこいい感想に入りかけますが、そこで曲終わりになってブルーミングのイントロです。札幌の打ち上げで私が一番好きな曲に挙げた曲です。サイちゃんとコードさんは真ん中のお立ち台でちゃんと煽ってきますが、さすがに今回ミンチョはお立ち台に立たずに定位置でイントロを弾いてそのままギターソロに入ってました。綺麗にワウペダルが決まってました。アーチャーのタム回しもミサさんのベースラインも最高です。それで初見殺しのソロ終わりからのラッサビへの展開となって、アーチャーのドラムに合わせて手を振り上げるというか回す感じでちょっとジャンプもしながらサビを楽しんで、お待ちかねのファーラーウェイの C メロになります。サイちゃんのボーカルと小畑さんのコーラスにかぶせてのミンチョの2回目のギターソロは最高です。ここは手を掲げる感じですね。それで最後のイントロと対応させたようなめちゃくちゃかっこいいアウトロからアーちゃんのまたまたかっこいいドラムフィルで綺麗に曲終わりとなります。やっぱりブルーミングは最高です。曲終わりと同時に大歓声となる中、リンネのめちゃくちゃ激しい入りからのイントロです。イントロでやっぱり小畑さんは思いっきりヘドバンというか首を思いっきり振りながらギターを弾いてくれます。これって小畑さんしかやらないですが、かっこいいのもありますが、ツインテールの髪がぐるぐるしてなんかめちゃくちゃ可愛いんですよね。それで1サビスタートです。フロアも思いっきり手を振り上げながら盛り上がってアウトロになって、フロアはサイちゃんと一緒にシャラップを叫んで、最後アーちゃんのかっこいいドラムフィルで締めです。続けては HGK ですね。やり始めた頃ミンチョはこのリフがめちゃくちゃ難しくて緊張したみたいに言っていたと思うのですが、さすがにもっとすごいのもいっぱい出てきて、もう完全に余裕で弾いてるのがすごいです。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、 A メロは踊りながら見て聴く感じで、 B メロに入るとおーおーおーっていう小畑さんのコーラスのところはシンガロングですね。それでサビに入りますが、何度も言ってしまいますが、このメロディーと歌詞の組み合わせは気持ちいいですし、ミサさんのベースラインもアーちゃんの高速バスドラとドラムフィルも気持ちいいです。サビ終わりで小畑さんのめちゃくちゃかっこいいギターの刻みでブラックホールに入ります。サイちゃんの英語の語りからミンチョもミサさんもアーちゃんも激しい2ビートのイントロになって思わずヘドバンしてしまいます。それでイントロからサビに入って、フロアは手を振り回しながらヘドバンしたりしてめちゃくちゃ盛り上がります。小畑さんのコーラスもいいですよね。サビ終わりでアーチャーのドラムでの締めから一瞬のブレイクでワーニングです。ステージは暗くなって冒頭のメロディーが流れてきます。それでリアクションビデオとかでも必ず驚くアーチャーのドラムからのイントロが始まって、フロアは席を切ったようにちゃんとになります。やっぱりサイちゃんは思いっきり腕をフリフリする可愛いダンスをしてくれます。イントロ終わりでギターソロ前のブリッジになって、サイちゃんが真ん中のお立ち台に立って目の前で手拍子を煽ってきます。それでミサさんのかっこいい下がっていくフレーズからミンチョのギターソロになって、やっぱりフロアはちゃんとしながらサイちゃんと小畑さんに合わせてあーのシンガロングをします。ソロ終わりで C メロに入ってブレイクしてラッサビに入って、もうフロアは激しく盛り上がります。ラッサビのサイちゃんの誰もわかんないでアウトロなしで曲終わりになって、目の前にいる小畑さんの Wi-Fi の冒頭のシャウトです。味わい深いイントロにちゃんとで答えます。それで小畑さんのフルルルルから Maybe You're Right のところになりますが、この Wi-Fi ってここが B メロなのかサビなのか、そんな概念がないのかみたいに、私的には不思議な構成の曲というか、逆にミンチョの才能を感じる曲でもあります。それでサビと言っていいのかわからない Tell me why のところになって why をコール&レスポンスして曲終わりとなります。ここで前回サイちゃんにバラバラって言われたインフルエンサーにつなげる手拍子です。サイちゃんは笑顔でクラップできるかなとか言ってたと思います。今回はバラバラって言われませんでした。でもここ楽しいんですよね。
それでミンチョが上手のお立ち台、ミサさんが下手のお立ち台に立って、サエちゃんがエビバデルって歌って、ミサさんのベースソロからスタートです。ソロ中にサエちゃんとコウタさんがフォーカスオンバースとか入れるの最高に好きなんですよね。これって他のバンドあまり知らないですけど、バンドメイドの特徴のような気がしています。違ったらコメントで教えていただけるとありがたいです。で、その大好きな One More of Shock からミンチョのギターソロに入ります。このミンチョのギターソロはフレーズもいいんですけど、ギターの音が素晴らしいです。どんなエフェクター使ったらこんなにいい音になるのか気になります。それでソロ終わりのブレイクからのあーちゃんのトリプルのドラムフィルはもう大好物です。そこからのサエちゃんのサレンダーラーブのロングトーンは最高ですし、それに続く小畑さんのシャウトもリアクションビデオでみんながビラされるところですね。最後はラッサビというかアンティドリデイのところになりますが、このミントの味わい深いリフとミサさんのベースとあーちゃんのフロアタムのフレーズは最高に気持ちいいです。最後のジャンジャンジャーンの締めで曲終わりです。次はグローリーです。イントロが始まると同時にジャンプしながらちゃんとです。サエちゃんと小畑さんもジャンプしてくれますので、フロアはさらに盛り上がります。ミンチョとミサさんはお立ち台ですね。それでサビスタートになりますので、ジャンプもしながら思いっきりサエちゃんに煽られて、オンリーグローリーのコール&レスポンスです。やっぱりこのコール&レスポンスは楽しいです。小畑さんのコーラスも楽しんで、オーバー&オーバーのコール&レスポンスして、私的に大好きなサエちゃんのあーも聞いてアウトロです。当然ジャンプ継続のちゃんとプラスです。曲終わりでちゃんともピタッと終わって、いよいよショーゼムです。あーちゃんにスポットライトが当たって、あーちゃんが冒頭のスクリームをやってくれます。めちゃくちゃ綺麗な声でバッチリのスクリームでした。驚きの大歓声が上がります。こんなのもう絶対見て聞けないレア中のレアですよね。帰宅できて幸運でした。それでイントロになっておー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 のシンガロングになりますが、サエちゃんはおたけびを上げながら煽ります。でもなんかサエちゃんが小畑さんに向かって指を上に上げて上上みたいに指示してます。小畑さんは驚いた顔してました。まさか今上のパートを歌えって指示しているのかと驚きましたが、本当にそうでした。イントロからサビになって小畑さんが上のパートを歌います。サエちゃんは嬉しそうに下のパートを歌ってます。サエちゃんやりすぎって思いましたが、小畑さんもサエちゃんもさすがプロというか世界を相手にしているミュージシャンですね。完璧でした。それでソロパートに入りますが、やっぱりここもみんなのソロを見て聴ける幸せを感じます。ソロパート終わりでまたサエちゃんがおたけびを上げてきて、アウトロのおー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 のシンガロングです。サエちゃんもめちゃくちゃ楽しそうです。ずっとおたけびを上げてきます。シンガロングしながら大好きなミンチョのリフも堪能して、最後ミサさんのめちゃくちゃかっこいいベースの締めになって曲終わりです。サエちゃんのありがとう最高の叫びをもらって、曲終わりの書き鳴らしの中大歓声が上がってメドレー終了です。フロアからもサエちゃんとかミンチョとかミッサーとかクルッポーとかの歓声が上がりますが、私もあーちゃんって叫んでしまいました。いやいや、本当にあーちゃんがスクリームやってくれて感無量でした。ここで2回目の MC となります。サエちゃんの楽しんでるようだな福岡のおたけびに大歓声で答えてスタートです。サエちゃんがショーゼムのスクリームは茜でしたみたいに言ってまた大歓声が上がります。小畑さんがあーちゃんにどうだったっぽみたいに聞いて、あーちゃんはメドレー始まった瞬間からめちゃくちゃ緊張したみたいに言って、小畑さんも顔がちょっと硬かったっぽねとか、ミサさんも緊張感がすごかったとか言って、サエちゃんの面白かったにあーちゃんがありがとうございましたって緊張感がほぐれた笑顔で挨拶して大歓声となります。あと今回からミンチョのアンプの前に椅子が置いてあって、ミンチョはそこにちょこんって座ってましたが、スタッフさんの心遣いがいいですね。それで小畑さんがびっくりしたっぽみたいに言い始めて、リハーサルでサエちゃん上歌ってたから今日は小畑は下だっぽねって言ったら、サエちゃんもとか言ってたっぽみたいに言ってきます。で、後でやっぱり上歌ってとか言うかもしれないとか言われたのに何も言われなかったっぽって説明してくれます。それで小畑さんが続けて、そしたらさっき急に上上ってやられたっぽで急に上歌うことになったっぽみたいに言って大歓声と笑いが起きます。サエちゃんも笑ってましたが、小畑さんよくそんなことできるなと思いましたし、サエちゃんにもよくそんなことできるなと思いました。それで小畑さんが話を進めて、皆様楽しんでますかっぽ、瀬戸りもすごいですっぽねみたいに言って歓声が上がって、サエちゃんが少し変えたんだよアロンだねって言ってきて、また大歓声となります。
さえちゃんが続けて、第1弾のメドレーに入ってたんですけど、二抜けって感じで入ってきましたとか言ったので、やっぱり私が感じたのと同じ感覚だなとか思いました。で、さえちゃんが久しぶりだったんじゃないみたいに言って、久保田さんも私たち自身も久しぶりだったっぽみたいに言ってましたが、確かにアコースティックバージョンでない通常バージョンのアローンは昨年2024年11月のゼップ大阪ベイサイド以来ですね。それで思い出したようにさえちゃんが久保田さんにおーの数間違えただろうって言い出します。さえちゃんは2番のおーは少ないんだよみたいに言って、久保田さんがそうだったっぽ多かったっぽみたいに言ってフロアから笑いが起きます。で、さえちゃんがあれとかなって歌ったら次入れないしみたいに言って、久保田さんがなんかおお痛くなっちゃったっぽごめんぽみたいに謝ってまた笑いが起きます。最後は久保田さんがライブだからっぽでこの話題を締めてましたが、これは次回名古屋を球児での伏線になります。それで話を進めて、さえちゃんの昨日の熊本に続き福岡ということでに久保田さんが帰ってきたって感じになりますっぽ、地元は熊本だけど福岡も近いしいとことかも住んでてよく遊びに来たのでほぼ地元っぽみたいに言ってまた笑いと歓声が上がります。で、さえちゃんが九州は小鳩の土地かみたいにボケてきて、小鳩さんが小鳩の土地っぽってボケ返して、さえちゃんに不合かって突っ込まれてました。で、小鳩さんが九州は征服したいっぽねみたいに言ったら、さえちゃんが頑張ってください、小鳩が先陣切って征服してねみたいに言って、小鳩さんが一人で行かされそうですっぽねってどこかの球児でやったコントみたいになってました。それで小鳩さんがグッズでも紹介したらいかがでしょうかっぽーってさえちゃんに振ってきて、さえちゃんがツアー T シャツの説明をしてくれるのですが、抑揚がない感じで全公演が入ったよーとか、メンバーそれぞれをイメージできるイラストが入ったよーとか、ボディも黒から白に変わったよーみたいに言って笑いが起こります。小鳩さんも一瞬夏にぴったりだっぽーとか乗りかけましたが、なんでそんなにだるそうに言うっぽーみたいに突っ込んでました。それを受けてさえちゃんがなんでだろうねーってこのコントを締めてました。それで小鳩さんがちなみに今日初めてご帰宅されたご主人様お嬢様って聞いてきて、今回も結構手が上がって、小鳩さんもさえちゃんもありがとうございますみたいになって、小鳩さんがこれがバンドメイドのギャップですっぽーって初めての人には言っておかないといけないことを言って、さえちゃんも噂には聞いてたかもしれないけどねみたいに言ってました。で、久々の方も多いかもみたいな話から MC の話になって、さえちゃんが私最初の方とか喋ってなかったよね、小鳩しか MC してなかったみたいに言って、小鳩さんもさえちゃんは私喋りませんって言ってたっぽって紹介してくれます。で、12年やってるとこんなに喋ってくれるようになりましたっぽって嬉しそうに言ってフロアから笑いと歓声が起きます。続けて小鳩さんが阪神の話になると2時間とか喋るっぽーとか言ってさえちゃんも笑ってました。私は饒舌なさえちゃんしか知らないのですが、昔の球児の映像とか見ると確かに小鳩さんしか喋ってない感じでしたよね。で、珍しくさえちゃんが話を戻して、その他もろもろのグッズがありますって言って全然グッズを紹介せずに終わりそうになったのですが、小鳩さんがご当地をみたいに言ってきて、ご当地 BB シャツの話になります。で、さえちゃんがちょっと機嫌悪そうな感じで、なかなかない色ですよとか言ってきたので、小鳩さんがちょっとおこなのは理由がわかると思いますっぽーみたいに言って、さえちゃんが別に怒ってないですよ、勝ってるから全然いいんだとか言って笑いが起きます。で、さえちゃんが天下のホークスでしょって言ってきて、小鳩さんもフロアもどうリアクションしていいのかざわつきます。で、改めて小鳩さんが皆さんに言ってもらおうっぽーみたいにフロアに聞いてきて、フロアから改めてホークスって声が上がります。でも誰かがメイド服って言ったみたいで、さえちゃんがメイド服みたいになって、小鳩さんが確かに白と黒なのでメイド服みたいではあるっぽね、でも残念プリントは黄色だっぽーって言ったら、さえちゃんが小鳩のくちばしかなとかボケてきてフロアから笑いが起きます。で、話題を締めようと小鳩さんがホークスの色っぽねみたいに言ったら、さえちゃんがそうそうホークスの色あれおしゃれだよね、猛虎に比べなよ、黄色か白か黒かしましましかないとか言って、またフロアは笑いが起きます。で、続けてさえちゃんが猛虎魂がこもってていいと思ってるけどホークスのカラーもおしゃれで素敵とか言って、小鳩さんからなんか哀愁が漂ってるっぽみたいに突っ込まれてました。で、記事の話になってさえちゃんがドライなんだっけみたいになって、フロアからドライメッシュって声が上がって、さえちゃんがそれそれ正解みたいに言って、小鳩さんがご主人様お嬢様に答えをもらうシステムになってますぽーとか言ってました。さえちゃんも最近多くて覚えきれませんみたいに言って笑いが起きます。で、さえちゃんが私たちはバンドで決してアパレル屋じゃないですよみたいに久しぶりのボケをかましてくれましたが、
どんなデザインなら着てくれるかなとかずっと考えてるみたいにアパレル屋みたいなことを言ってましたね。で、小畑さんもなんか欲しいのがあったら佐伯先生に言ったらいいっぽーって言って、さえちゃんがそうだね、聞くか聞かないかわからないけどねみたいにボケて締めてました。それでついにくじの話になります。小畑さんが大当たりの話をしてくれた時に、当たったーって叫んで思いっきり手を挙げたら、さえちゃんも小畑さんもこっちを見てくれて、おめでとうとかすごいとか言ってくれて、どうやって持って帰んのとか聞いてくれます。思わず郵送しますって言ったら、さえちゃんがお手間をかけてしまって申し訳ありませんとかボケてくれました。実は郵送するのも怖くて、結局飛行機の持ち込み手荷物で持って帰ったんですけどね。で、思い出したように小畑さんが北海道の時もねって言った時に、私より下手の方にいた前々回の札幌の時にウルトラビッグポスターを当てた、私も仲良くさせていただいているお名刺様が手を挙げたようで、さえちゃんからあなたなのって言われて、小畑さんが顔を見てそうぽねーみたいになってましたが、小畑さんに顔を覚えられてるんですね。羨ましいです。で、小畑さんがその札幌での出来事を話してくれます。さえちゃんと小畑さんが2人でビールを飲んでいて、登場ギリギリになってしまって、やばいやばいみたいになってたら、明らかにでかい筒を持ってる人が前から走ってきて、小畑さんがご主人様じゃないっぽおめでとうとか言いながらすれ違ったというエピソードでした。さえちゃんもあの方みたいになって完全に話題を持っていかれた感じになってしまいましたが、最後さえちゃんと小畑さんが私におめでとうとか言ってくれたので大満足です。実は新千歳空港のお土産コーナーで、私がさえちゃんと小畑さんと会った後、その話題のお名手様と偶然一緒に食事をして、その名手様は搭乗時間になったということで先に行かれたのですが、その時の出来事だったみたいです。すごい偶然というか確率だと思います。お給仕後の打ち上げでその2人で喜びのポーズで写真を撮ってもらいました。ちなみにこの打ち上げにはもう一人ウルトラビッグポスターを当てたお名手様も来ていたので、3人もいたというのが地味にすごいと思いました。それで他にもくじの話題をしていたと思うのですが、嬉しすぎてメモれず思い出せずです。すみません。それでさえちゃんがあの時間じゃないみたいに小畑さんに言ってきて、小畑さんもそうですっぽーみたいに答えるのですが、さえちゃんがどんなのが見れるんだろうとかハードルを上げてきます。小畑さんも今煽ったら辛いっぽーとか言ってましたね。さえちゃんは今日は真剣に見とくとか言ってきて、小畑さんがなんで今日っぽー、それは熊本でやってっぽーみたいに指摘します。するとさえちゃんが昨日は面白かったなーとか言うので、小畑さんが昨日はいなかったっぽーってまた指摘するのですが、さえちゃんは上で見てたとか言ってきて話が終わらない感じになったので、小畑さんが強引に小畑のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。それで小畑さんがおまじないタイムの説明に入るのですが、ご主人様お嬢様と心がつながるまでは良かったのですが、いい発音でフェイストゥフェイスなとかハートゥハートなみたいに言って笑いが起きます。で、福岡も小畑の地元と言ってもいい場所なので、いつもより大きい声が出るはずっぽーみたいに言って、フロアも大歓声を上げて答えます。それで萌え萌えキュンキュンに入ります。いつも通り口が開いてないっぽーとか言いながら、福岡とかごまサバとか博多豚骨とか明太子とか、多分今思いつく福岡らしいのを言ってきます。続けてあまおうってやった時にネタが尽きたのか止まってしまったので、フロアからもつ鍋って声が上がって、それそれみたいな感じでもつ鍋ってやって、あとは会場から上がる声を拾って通りもんとかめんべいとかやって、フロアから何それみたいな笑いが起きます。明太子のせんべいですね。っていうか福岡名物ってたくさんありますね。で、バーンメイとか世界征服ってやるのですが、福岡征服、九州征服、日本征服、世界征服ってだんだん大きくなっていくやつをやって、今回は普通にズキュンバキュンドキュンで甘くて美味しいって言ってちょっと止まります。多分あまおうのことを言おうとしているのがすぐ分かったのですが、いきなり間違ってますよね。確かこの時に小畑さんの後ろであーちゃんとミサさんとミンチョが縦に並んでチューチュートレインみたいにぐるぐる回ってたと思います。メモに絵だけ描いてたので記憶違いかもです。で、フロアからの助けの声もあって小畑さんは丸いっていうのですが、フロアから順番がみたいな指摘が入ります。で、小畑さんはフロアの声を聞きながら言い直す感じで、甘くて丸くて大きくてうまいってなんとか正解を言って、あまおっぽーって叫んで、萌え萌えキューンで後半戦に突入です。さえちゃんは満足してくれたんでしょうか。MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロでスタートです。前回の熊本で私がギター弾いてないところがあって、小畑さんミスったのかもって思ったところを注意して見てたのですが、今回は多分そのタイミングでピックを持った手でちゃんと煽ってたので、そもそもそこは弾かないところだったと確認できました。小畑さん疑ってすみませんでした。
それで通常のイントロに入ってちゃんとの音量が増して小畑さんが歌い始めますが、目の前で見る小畑さんはやっぱりむちゃくちゃ可愛いです。サイちゃんがいない分、最前列あたりでの忙しい視線の動きが4人に絞れて、このブライテストスターの大好きなあーちゃんのドラムとかミサさんのベースとかミンチョのリフも見て聴いて堪能します。サイちゃんがいない分というとちょっと語弊がある感じですが、ステージにサイちゃんがいるとどうしてもサイちゃん見てしまう率が高くなってしまいますからね。それでサビでジャンプして楽しんで、ミニメロ冒頭の小畑さんだけが歌うブレイクを目の前で見て聴いて、リサビもジャンプして楽しみます。続く C メロのアーチャーのタムフレーズと小畑さんの歌を堪能してギターソロです。ミンチョがめちゃくちゃ楽しそうにギター弾いてましたので、なんか安心しました。それで落ちサビを手拍子で楽しんで、ラスサビで最後のジャンプで盛り上がって、最後のメロのところの小畑さんのボーカルを堪能して曲終わりとなります。大歓声と拍手の中、続けての19曲目はなんと熊本でやってくれたタイムの拡張イントロでスタートでした。2日連続で小畑スペシャルなんでしょうか。嬉しすぎます。ものすごく綺麗で幻想的な感じのイントロです。そもそもタイムのメロディーってちょっと幻想的な感じがするのですが、それをさらに突き詰めたような感じでした。それで通常のイントロに入りますが、このイントロも本当に大好きです。一泊空けてのちゃんとで盛り上がります。それで1メロに入って小畑さんが歌い出して手拍子で答えます。それで B メロに入りますが、ここのミンチョとミサさんのメロディーは本当に好きすぎます。それでサビに入ってやっぱり裏に入るあーちゃんのシンバルが最高で、小畑さんのボーカルに聴き入りながらサビ最後のあーちゃんのドラムを楽しんで、感想の一泊空けてのちゃんとになります。それで2メロに入りますが、あーちゃんがちょっと上を向いて少し恍惚とした感じの表情でドラムを叩いてるのが見れました。涙をこらえてエンドレスストーリー叩いてた時みたいな感じです。これめちゃくちゃキュンとします。それで2サビも楽しんで幻想的な感じのミンチョのギターソロです。このソロも最高に好きです。それで落ちサビになって一泊空けての手拍子です。以前の動画で一泊空けての手拍子は珍しいとか言いましたが、ありましたね。それでかっこいいリフからラスサビになりますが、この展開は本当にゾクゾクします。それで最後のまた幻想的な感じのアウトロになって、一泊空けてのちゃんとで盛り上がって、綺麗な曲終わりで締めです。やっぱりタイムは最高です。曲終わりで小畑さんがギターを置いてお立ち台に立ちます。そうなるとそうです。20曲目はロッキーミーでした。ハンドマイクで自由に動けるようになった小畑さんが、まずはお立ち台でもっと盛り上げていけますかポーの叫びを上げてイントロのチャントを煽ってきます。なので当然思いっきりのチャントで答えます。それで1メロに入って小畑さんが歌い出しますが、ここも一泊空けての手拍子ですね。いっぱいありました。ここのミサさんのベースは気持ちいいんですよね。それで B メロに入りますが、ここはやっぱりなんといってもあーちゃんのトリプルのタム回しが私的には最高すぎます。それであーちゃんのトリプルのドラムフィルからサビです。もうロッキーミーのサビはバンドメイドの曲全ての中でも多分一番楽しいサビだと個人的に思っています。小畑さんのヘイに裏で入れるヘイがめちゃくちゃ楽しいです。それで小畑さんの進むだけに続けてレッツゴーっていうのも可愛くて好きなんですよね。それで感想に入って2メロになりますが、この冒頭のブレイクしながらのアーチャーのトリックのドラムフィルも私的には悶絶ものです。それでフロアもお待ちかねの2サビになって、またヘイヘイとララララを楽しんでミンチョのギターソロになりますが、このアーチャーのドラムとミサさんのベースも大好きで、ヘイヘイ叫びながら楽しみます。それで落ちサビで一泊空けの手拍子して、怒涛のアーチャーのドラムフィルでラスサビに入ります。もうフロアは興奮した感じで小畑さんと一緒にヘイヘイを楽しみます。それでミンチョとミサさんの味わい深いフレーズとあーちゃんのトリプルのドラムが奏でられるアウトロを堪能して、最後は可愛さが限界突破しているありがとうクルッポーもまた目の前で見れて、あまりの可愛さに悶絶しました。いやいや、ロッキーミーの楽しさと小畑さんの可愛さは以上です。最後の吹き鳴らしでフロアは歓声と拍手で包まれます。ここでサイちゃんがステージに戻ってきて、あーちゃんのヘイハット4発が鳴らされて20曲目となるドンチューテルミーのイントロになります。それでサイちゃんと小畑さんが真ん中のお立ち台に立って、サイちゃんが雄たけびを上げてきます。フロアは思いっきりのチャントで答えます。それでサイちゃんが歌い出しますが、ミサさんは下手お立ち台でベース弾いてくれてました。B メロのミンチョの味わい深いリフを楽しんで、サビ前のブリッジに突入です。思いっきりドンチューって叫びます。ここって2メロにはないのでブリッジでいいですよね。それでサビに入ってサイちゃんに煽られながらおー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 のコール&レスポンスをして感想なしで2メロに入ります。ここの気づいてないとでも思っているのかなの時のあーちゃんのハイハット叩くところが好きなんですよね。それで2メロはブリッジなしでサビに入ってコール&レスポンスして盛り上がる形になります。サビ後はソロパートに入ります。今回もソロバトルバージョンです。上手と下手のお立ち台でミンチョとミサさんがバトってくれます。後ろで小畑さんとサイちゃんがアイコンタクトみたいなのをしてましたね。
最後ミンチョとミサさんが一緒になるところはフロアも手を振り上げて盛り上がって、ソロバトル終わりでサイちゃんの歌が入ってきて、あーちゃんのドラムフィルからのブレイクです。このあーちゃんの決めポーズみたいなのがお気に入りです。それでラスサビになって最後ドンチューテイを連呼するようにシンガロングしながら曲終わりで大歓声となります。そこにミンチョの味わい深いソロみたいなギターフレーズから始まったのは21曲目となるチューズミーの拡張イントロでした。この拡張イントロのかっこよさというか味わい深さはすごいです。動画で流せないのでぜひ公式の MV とかでも出してほしいです。それでものすごくかっこいいイントロの締めからサイちゃんの歌が始まって、フロアは準備万端で手拍子で答えます。それでイントロでのちゃんとも力が入ります。C メロに入って A メロは踊りながら聴き入る感じですが、 B メロは一拍明けのちゃんとで盛り上がります。このミサさんのベースとあーちゃんのドラムも味わい深いです。それであーちゃんの凄まじいドラムフィルからサビに入ります。こんなん何度見て聴いてもいいですよね。それでサビ終わりで感想なしで2メロになって、やっぱりミンチョがニコニコしながらあーちゃんのところに寄っていきます。ミサさんも下手から近寄ってきて楽しそうに演奏します。そこに小畑さんも加わって変顔タイムですね。ここも何度見てもほのぼのします。それでミンチョが下手を立ち台、ミサさんが上手を立ち台に立って演奏しますが、ミンチョはサビになるとお立ち台を降りて小畑さんと一緒に楽しそうにギター弾くんですよね。この時もほのぼのします。それで2サビ終わりでミンチョが真ん中のお立ち台に立ってギターソロです。ミンチョが楽しそうに顔で弾いてくれますが、なんかミンチョがこっちの方を見てくれていたように思いました。ソロ終わりで C メロになって手拍子になりますが、ミンチョがお立ち台を降りてそそくさと定位置に戻るのもなんか可愛いんですよね。で、サイちゃんのかっこいい I choose you からラスサビです。ここも何度見て聴いても盛り上がるところです。それで最後の D メロみたいなところになって、ミンチョの2回目というか拡張イントロから数えると3回目のめちゃくちゃ味わい深いギターソロをサイちゃんにも煽られながらちゃんとして楽しんで、最後のあーちゃんの激しいドラムフレーズがあって、最後の最後サイちゃんの迷わず choose me で曲終わりです。大歓声と拍手の中、曲終わりの書き鳴らしも終わってさらに大歓声が上がります。ここで最後の MC になります。サイちゃんのありがとう福岡に大歓声で答えてスタートです。続けてサイちゃんの盛り上がってんの楽しんでるかなにまた大歓声で答えて、続けての体調は大丈夫にはーいって答える形になります。で、それを聞いたサイちゃんがならいい、元気ならいいみたいに言ってフロアから笑いが起きます。小本さんも元気が一番だっぽーって言ってくれてました。それでミンチョが呼ばれてサイちゃんが熊本で転んじゃったんだけどねみたいに言って、ミンチョがニコニコしながら転んじゃったんだよみたいに言うのですが、なんかめちゃくちゃ声がカスカスな感じで全然声が出ないみたいな感じになってます。サイちゃんもなぜか喉がやられてるんですよみたいに言ってフロアから笑いが起きます。小本さんも声の方が気になるっぽねみたいに言ってまして、なんか心配な感じでしたが、サイちゃんに偉いね、ちゃんと病院行ったねみたいに言われて、ミンチョが元気そうにはい偉かったですみたいに言ったのでちょっと安心しました。で、ミンチョがメンバーが優しくて終わった後に全部やってくれたとか、ミサちゃんも髪の毛言ってくれたみたいにかすれた声で教えてくれて、会場から拍手が沸き起こります。で、サイちゃんが私たちメイドですからねってうまいこと言って会場から笑いと歓声が起きますが、サイちゃんがメイドであると自覚しているのがちょっと新鮮でした。で、ミンチョが優しいメンバーと優しいご主人様お嬢様に囲まれてみたいにいいことを言おうとするのですが、サイちゃんが笑いながらカスカスって突っ込んだので会場からまた笑いが起きます。で、サイちゃんがなんでこんな声になったかわからないけどかなみは元気ですって言ってくれて、ミンチョも笑顔で両手を上げて会場から歓声と拍手になります。で、サイちゃんがミンチョに今はお座りなさい、喉も休めなさいみたいに言ってミンチョをアンプの前の椅子に座らせてました。で、改めて小畑さんがなんで喉がおかしくなったのか心配になっちゃうぽねみたいに言って、サイちゃんが笑っちゃいけないと思うけどちょっと面白かったみたいに受けてフロアから笑いが起きます。サイちゃんは続けてミンチョの真似をしながら、朝起きたらかなみちゃんがなんでか喉がやられてるって言ってきて、そっかお大事にってなったみたいなことを教えてくれます。それで小畑さんが小畑のチャオチュールが1個余ってたからあげたっぽみたいに言った時に、サイちゃんがビワシロップって訂正していたのが面白かったです。確かに小畑さんがビワシロップをチューチューしてるの見たら猫がチャオチュールを舐めてる時みたいで可愛いですからね。小畑さんはチャオチュールと呼んでるそうでした。で、サイちゃんがあーちゃんにもあげてなかったみたいに小畑さんに言ってきて、小畑さんはあーちゃんはあれがあったからっぽみたいに言って、その時にあーちゃんがあーってスクリームを上げます。
さえちゃんから特急みたいって突っ込まれてましたね。で、小鳩さんがあーちゃんに小鳩余ってるって言われて渡したっぽーみたいに教えてくれるのですが、あーちゃんは使わなかった、時間がなかったって言ってフロアは爆笑です。あーちゃんは開けれなかったって言ってましたが、さえちゃんからあれは開けておいておくんだよって突っ込まれてました。確かに演奏中にあれを開けるのは無理ですもんね。小鳩さんも MC 中とかに開けておくっぽみたいに言ってましたが、あーちゃんがインフルエンサーでマイクを手前に持ってきてチュールいけるかなと思ったら無理だったみたいに説明してくれます。続けてマイクをオンにしたり忙しかったんだよ、大変だねボーカルってみたいに言ったら、小鳩さんに途中でマイクをオンにするとかないぽーって突っ込まれてました。さえちゃんもオンとかオフにするとかしないのみたいに同意してました。で、突っ込まれたあーちゃんが次は誰がやるんだろうねってなんか挑戦的な感じで言ってきて、フロアからおーみたいな歓声が上がります。さえちゃんがもう終わったから調子に乗ってないみたいに言ってきて、小鳩さんからももう一回ってさえちゃんに言われる可能性もあるっぽーって突っ込まれます。さえちゃんも調子に乗って名古屋で一曲の中で何回もやるかもよ、おーおーおーみたいにとか、またよくわからないことを言ってました。小鳩さんはやりたい方は練習しておくっぽーみたいに言ってましたね。それでさえちゃんがミュージックビデオとか見といたらいいとか言って、小鳩さんがそれを受けて本物を見ておいたらいいっぽーみたいに言ったら、さえちゃんが偽物みたいじゃんって突っ込んでました。小鳩さんは偽物ではなくてセルフカバーっぽーみたいに言ってましたね。それでミサさんがみんなの前を横切る感じでステージの上手に行ったので、何みたいになったのですが、新しいビールをもらいに行ったみたいでした。さえちゃんがメイドなのに気づかなくてすみませんみたいにボケてましたが、その時のミサさんの歩き方が曲がる時に軍隊みたいに直角に曲がる感じだったので、小鳩さんにドラクエみたいな感じっぽーって言われてフロアからも笑いが起きます。それで開封の儀と乾杯の温度になるということで、小鳩さんが説明してくれます。ビールの開封音の口真似をミサちゃんがやるんだけど、ファーストラウンドは対決になりましたっぽーみたいに説明しているときに、やっぱりさえちゃんはミサちゃんは全敗って嬉しそうに言ってきて、ミサさんにおでこを叩かれてました。これはなかなか見れないショットでしたね。それで小鳩さんがセカンドラウンドはミサちゃんの口真似の成長を見せることになりましたっぽーと説明してくれて、昨日は一番成功したようでしたっぽーって教えてくれて、会場からもよかったよーみたいな声が上がってました。それでミサさんがスピードが大事だとか言ってコツを教えてくれてましたね。それでまずはその大事なプルトップを開ける開封の儀になるのですが、やっぱりめちゃくちゃいい音が出てフロアから歓声が上がります。で、ミサさんがお立ち台の上で練習するような感じになって、小鳩さんも練習の時間をくださいぽーみたいに言ってミサさんの準備が整うのを待ちます。で、小鳩さんの掛け声でフロアも一緒になって3、2、1のカウントダウンをしてミサさんが口真似をするのですが、今回はつくきゃーみたいにちょっと微妙な感じになって、会場から笑いと戻ったとか心ない声が上がります。さえちゃんも笑いながら来たねーとか言ってましたね。小鳩さんも笑いながら今日はダメだったっぽねーとかミサさんを慰めます。で、本来の乾杯をお願いしますっぽーって促されて、ミサさんがいつもありがとうございます、九州に来られて嬉しいですみたいに丁寧に言ってフロアから笑いが起きるのですが、ミサさんが面白い言い方ないかなとか言い出します。ナチュラルで十分面白いんですけど、ついにミサさんも笑いを取りに来る感じになりました。で、押しつぶしたような声で乾杯みたいに言って会場は大笑いになります。名古屋でやり直しとかの声も上がってましたね。小田さんもスティッチかドナルドダックみたいだったっぽーみたいに言ってミンチョがめちゃくちゃ受けてましたね。小田さんもバンドメイドのスティッチでしたっぽーみたいに言ってさえちゃんも面白かったーみたいになって笑ってました。それで小畑さんが大丈夫高低差で風邪ひかないっぽーとか言ってたら、あーちゃんがスティッチの声真似で乾杯とかステッチとか言うのですが、めちゃくちゃうまかったですね。で、みんな受けてたのですが、さえちゃんが小畑さんの言った高低差に引っかかったみたいで、なんて言った高低差みたいに小畑さんに突っ込んできます。小畑さんも高低差じゃないっぽね、寒暖差とか言ってさえちゃんにまた寒暖差アレルギーとか突っ込まれます。いやいや、高低差で風邪をひくはれっきとしたフットごとのネタなので、小畑さん間違ってませんでしたよね。でも後ろでミサさんとあーちゃんがずっとスティッチ対決みたいなのをやっていて、さえちゃんもいけいけみたいに煽ってるので、多分天の声が入ったのか、小畑さんがお給仕の時間ですっぽー、休み時間終了ですっぽーって先生みたいに言って、キーンコンカンコンってチャイムの真似をしたりします。で、続けてはい後半の授業ですっぽーみたいに生徒たちに言ったら、前回は先生だった生徒のさえちゃんが小畑先生出て行ってくださいみたいに言って、また会場から笑いが起きてました。相変わらず MC でのバンドメイドのコントは健在でしたね。小
久保田さんは呆れて、大変なメンバーだっぽ、今12年も経ってるんですっぽよみたいに言って、さえちゃんに何を今更みたいに言われてましたね。それでやっと次の話題ということで EP の話になって、さえちゃんもちょっと真面目モードになって、8月22日で12周年で13年目になるみたいに言って歓声が起こります。で、さえちゃんが、で、EP を発売するんですね、知ってましたみたいにやっぱりボケてくるので、会場からそれに乗って、知ってたみたいに返します。で、小鳩さんが、発売日は発表してないっぽねって言って、さえちゃんが、そう、制作中、でもデザインがかっこいいみたいに返して、会場から期待の歓声が上がります。あと、アニメからバンドメイドを知ってくれた方もいるということで、さえちゃんが、私たちも感じてるの、あれ見たことない顔じゃねえみたいになるとか言って、小鳩さんも意外と顔見えてるっぽみたいに言ってました。さえちゃんもみんなが歌ってるのとか叫んでるの見えてるよ。みんなが私たちのこと見てるくらい見えてるとか言ってましたので、結構目があった気がするのは気のせいでないかもですね。で、さえちゃんが初めて見る顔が多いなと思って、何でしたっけ高低差みたいにボケてきて、小鳩さんがなんで今いい感じで話してるのにわざわざそんなこと言うっぽみたいに突っ込みます。で、さえちゃんがその高低差にびっくりするかもしれないけど、もうタイトルは決めたのって言ってきて、会場から歓声が起きます。それでさえちゃんが、まだ教えられないのとか言われても無理なのってまたボケてきて、会場から笑いが起きます。あと小鳩さんが、タイトルだけ見ても強いっぽとか言ってましたので、タイトルも楽しみですね。で、まあ当然ですが、前もレディートゥーロックも What is Justice も入るということで、さえちゃんが EP だと曲順も楽しみにしていてほしいと思います。ちなみに曲順はまだ決めてませんみたいにボケも入れてきて、またフロアから笑いが起こってました。さえちゃんが、こんなに詳細に説明するバンドはいないよねってまた笑いを取ってました。あとさえちゃんが EP に入る新曲もかっこいいとか、久保田さんもこれからのバンドメイドにとって大事な曲になっていきそうだっぽねみたいに言って、フロアから期待の歓声が上がります。で、思わずフロアから聞きたいって声が上がって、それを拾ったさえちゃんが、聞きたいって言った？まだやらねえよ、もったいぶんだよって言って、フロアは笑いで満たされます。で、ラストスパートへのつなぎに入る感じで、さえちゃんが今の最新曲をまず聴いてほしいみたいに言って、みんな桃源暗記見てんのってフロアに聞いてきて、フロアから見てるよって声が返ります。で、さえちゃんが歌わせていただいてありがたいです。皆さんのおかげですからみたいに不詳なことを言って、フロアから歓声が上がります。でもさえちゃんは、みんなもっと売り込んだらいいと思うよ。バンドメイドってバンドがいるんですよ。見た目では判断しないでくださいみたいに言ってまたボケてきます。小鳩さんも乗って、一度聞いてみてはいかがですかっぽみたいに言ったらどうですかっぽって言ってましたが、小鳩さんじゃないんで、聞いてみてはいかがですかっぽとは言わないですよね。ナチュラルボケです。で、さえちゃんも MC はとか言うなよとか、小鳩さんもポーとか言ってるのも一旦秘密にしてっぽねとか無理な注文してました。で、天の声が入ったのか、ミンチョが次行くよみたいな感じでギターを鳴らしたので、さえちゃんがラストスパート行くけれども、みんな行けんのって聞いてきて、フロアは大歓声で答えます。で、さえちゃんの福岡まだまだ行けんのかかかってこいや福岡の雄たけびでラストスパートに入ります。前回の熊本からこの形になった MC の間に挟むのではなく、ラストスパート初っ端を飾る形で23曲目となる What is Justice がミンチョの強烈なリフでスタートします。この What is Justice ってバンドメイドの曲の中では構成がシンプルでストレートなハードロックだと思うのですが、その分ミンチョのリフが際立つ感じで、本当に純粋なハードロックをピュアに浴びられる気持ちよさがあります。でも1メロ冒頭のアーチャーのタウンフレーズとミサさんのベースラインはこれぞバンドメイドという感じはありますし、 B メロでリズミカルになるところもよく構成されていると思います。 B メロ後半の小鳩さんのメイツに合わせて拳を突き上げるのがマイブームです。それでサビ前のめちゃくちゃかっこいいミンチョのリフを堪能して、サイちゃんの高音マックスでのけぞりながら歌ってくれるサビに入ります。サイちゃんのかき消した Just to be myself のところが大好きですね。小鳩さんの歌詞をメロディーに乗せる才能も感じます。それで続くサビもちゃんとアニメに合わせた歌詞なのに、サイちゃんが歌うからもありますが、メロディーとバッチリ合っていて本当に感心します。サビ終わりのサイちゃんのドンチューもかっこいいですよね。それで一貫したあのかっこいいリフの感想になって2メロに入ります。A メロの時のバックの演奏がもろハードロックって感じでまたかっこいいです。ミンチョもタッピング入れたりしてきますしね。それで B メロに入って小鳩さんのゴートでまた拳を突き上げて、サビ前にブレイクしてサイちゃんの白黒割り切れからにサビです。もうかっこよすぎて震えるくらいです。それで全力でサイちゃんが歌うサビをまた堪能して、サビ終わりで落ちメロになって、ここは手拍子するのが定番になってきました。
この落ちメロはミンチョと小畑さんのリフはシンプルな感じなのですが、その分ミサさんのベースが歌う感じになってサイちゃんの独特な歌い方ともリンクしてやっぱりかっこいいです。それでサイちゃんのロングトーンにかぶせながらミンチョのギターソロになります。結構短めのソロですがめちゃくちゃ難しいこともやってますね。それで続けてのミンチョのブリッジのリフからラッサビに入ります。ラッサビも手を振り上げながら盛り上がって最後のサイちゃんのシャウトになってあーちゃんの激しいドラムフィルです。ここも最高です。それで最後ミンチョの下がっていくギターフレーズからアウトロになりますが、ここもめちゃくちゃかっこよくて好きなところです。アウトロはやっぱりこの曲の代名詞みたいなミンチョのリフで、会場は思いっきりのチャントで盛り上がって曲終わりです。いやいや、やっぱりバチクソかっこいい曲です。大歓声と興奮に包まれるフロアに次に流れてきたのはなんと24曲目となる You でした。アローンやったから今日は You やらないんだと思ってましたので嬉しい驚きです。フロアも一瞬びっくりした感じになってましたが、すぐにお立ち台に立って煽ってくるサイちゃんに従って思いっきりのシンガロングで答えます。それでイントロに入ると全力のチャントですね。G メロに入ってサイちゃんの歌に聞き入りますが、ここのあーちゃんのドラムのリズムも独特でいいんですよね。それで B メロのサイちゃんの歌のリズムと連動するようなあーちゃんのドラムとミサさんのベースを堪能してサビに入ります。 You のサビはやっぱりいいですよね。思いっきり腕を振り上げながら楽しみます。それで感想でまた思いっきりおーを叫んで2メロに入りますが、やっぱり2サビ前のミンチョのトリプルで下がっていくフレーズから2サビに入るところは痺れます。それで2サビも楽しんで、サビ終わりからのミンチョの味わい深いアルペジオのブリッジに入ってサイちゃんが声聞かせろよって煽ってきますので、当然フロアから大声のおー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 のシンガロングが響いてミンチョのギターソロに入ります。上手のお立ち台でエモいソロを弾くミンチョと後ろで奏でられるこれも味わい深いミサさんのベースとあーちゃんのドラムフレーズも堪能して短い落ちサビに入ります。それですぐにラスサビに入って思いっきり盛り上がってアウトロのシンガロングになります。やっぱりサイちゃんと小畑さんがめちゃくちゃ煽ってきますので、フロアも全力で声を出して曲終わりになります。思いっきり声を出した気持ちよさを感じながらサイちゃんのありがとうをもらって曲終わりの吹き鳴らしで大歓声と拍手になります。続く25曲目はノーゴッドでした。今度は声もですがジャンプする体力も必要になります。やっぱりイントロでみんな前に出てきてサイちゃんがお立ち台で思いっきり雄たけびを上げながら煽ってきますので、思いっきりジャンプしながらちゃんとします。これも何度経験しても楽しいです。それで1メロに入って踊りながらサイちゃんのボーカルを楽しんで、ルールルーは当然手を回しながら大声でシンガロングします。 B メロのミサさんのベースとあーちゃんのタム回しも楽しんでサビに入って思いっきりジャンプします。サイちゃんに煽られながらのコール&レスポンスも楽しいです。サビ終わりで感想になってサイちゃんがお立ち台からまた煽ってきます。ここも楽しいです。それであーちゃんのかっこいいドラムフィルで2メロに入りますが、今回はサイちゃんは完璧に歌ってました。小畑さんのコーラスも目の前で楽しんで2サビに入ります。もうこの辺りで汗が止まらない感じになります。それでサビ終わりでミンチョが真ん中のお立ち台で短いギターソロを弾いてくれて、すぐに下手のお立ち台に立つミサさんのベースソロになります。スポットライトを浴びながら思いっきりスラップベースを弾くミサさんに手拍子で応えます。ソロ終わりからの落ちメロは思いっきり手をかざしてサイちゃんの歌に聴き入ります。途中から入ってくるあーちゃんのフロアタムのフレーズとそれに続く3連のドラムフィルからラッサビに入ります。まずは思いっきりヘドバンして、あとはジャンプしながらのおーおーおーですね。最後はサイちゃんの We have got to win からのアウトロでジャンプにちゃんと加えてサイちゃんに煽られながら思いっきり声を出します。曲終わりでサイちゃんからの最高ももらえました。26曲目は玉屋ですね。サイちゃんと小畑さんのボーカルで始まる冒頭のところはこのセクションの貴重な体力と喉の回復タイミングです。それでイントロになって少し回復した体力と声でジャンプしながらちゃんとします。サイちゃんの雄たけびと煽りは相変わらず凄まじいです。それで A メロに入ってサイちゃんのボーカルとバックの心地よい演奏を聴きながら踊ります。それでサビ前のブレイクからサビに入って手を上げながら全力ジャンプです。ここ本当に祭り感があって楽しいんですよね。サビ終わりで感想になりますが、そのままジャンプしながらちゃんとも加わる感じですよね。ここ体力必要です。それで2メロに入ってジャンプは一旦終わって、ここの大好きなサイちゃんと小畑さんの掛け合いのボーカルとあーちゃんのドラムフレーズを見て聞いて、サビで復活した体力を使ってジャンプです。もう汗が止まりません。サビ終わりから C メロに入ってサイちゃんの華やかに酒からソロバトルです。上手下手のお立ち台に立つミンチョとミサさんに交互にスポットライトが当たってソロバトルを披露してくれます。私的には何度も見て聞けてるわけですが、これってお給仕でしか体験できないんですよね。貴重です。
それで私的に大好きなアーチャーのドラムソロも見て聞いて、最後かっこいい小畑さんのリズムギターソロも堪能して、ソロバトル最後の全員でのめちゃくちゃ激しい演奏から小畑さんのシャウトでラスサビに入ります。ジャンプはここから曲終わりまでが最後なので、ふくらはぎがつりそうになるのを我慢しながら思いっきりジャンプします。サビ終わりからアウトロになって、ちゃんとでの声出しも加えて曲終わりです。いつもここで息切れしてハーハーとなりますが、好きなスポーツをした後みたいな心地よさもあるんですよね。曲終わりの書き鳴らしの中でサイちゃんのありがとう福岡、次がラストかかってこいやとかの雄たけびが上がります。このツアーでの球児を締めるラスト27曲目はレディートゥーロックですね。上手のお立ち台でスポットライトを浴びるミンチョの強烈なリフでスタートして、アーチャーのブラストビートが入ってきて、フロアから悲鳴のような大歓声が上がります。この最後にレディートゥーロックが来るって、最後に残しておいた大好きな料理をいよいよ食べる時みたいな感覚になります。先に食べる派の人には分かってもらえない感覚かもですが、What is Justice が出て話題がそちらに行きがちですが、このレディートゥーロックもやっぱりかっこよくて、まだまだ新鮮で楽しくてすごい曲です。ミンチョンのリフはかっこいいし、リサさんのベースラインも激しくて味わい深いですし、アーちゃんのドラムフィルも気持ちいい感じで気分が上がります。もちろんサイちゃんのボーカルも小畑さんのバックボーカルも最高にかっこいいです。この曲からバンドメイドを知った人も多いと思いますし、2メロでリズムとかリフを変えてくるところや、キャッチーなサビやシンガロングとか小畑さんやサイちゃんのシャウトとか、バンドメイドらしさもきっちり詰め込んでいるところが本当にすごいと思います。それでバンドメイドらしいといえば、やっぱりかっこいいミンチョのギターソロもそうなのですが、この曲では小畑さんのミニソロも入ってます。ということで、全然ということになってませんが、今回もサイちゃんは目のところに指で輪っかを作って首を振るダンスをしてくれて私得でした。前の方でサビの時のダンスもどきをやってると、絶対あーちゃんが見てくれて笑ってくれてるように勘違いします。それでこれでもかという感じで、ラッサビ冒頭のブレイク代わりのあーちゃんのバスドラどこどこもバンドメイドらしいといえばそんなんじゃないかと思いますし、ラッサビの盛り上げ方とか、そこからのアウトロというか曲終わりに向けての構成も本当にバンドメイドのいいところの積み合わせのような曲で、初めて聴く方にも分かりやすく伝わる完璧な曲だと思います。ということで、今回も曲終わりの書き鳴らしで大歓声と拍手が沸き起こる中、サイちゃんのありがとう福岡、バンドメイドでした、お前ら最高だの叫びでフロアからものすごい歓声と拍手が沸き起こって、書き鳴らしが終わって感動と一抹の寂しさに満ちたフロアに小畑さんのそれではまたお会いしましょうぽご主人様お嬢様、バンドメイドでしたぽいってらっしゃいませぽと、いつもと少し違う締めの挨拶で九州ラウンドを締めくくる福岡ドラムログスでのお給仕は終わりました。大歓声とメンバーの声を叫ぶ会場にピック投げが始まります。今回も位置的にはピックゲットのチャンスではありましたが、さすがにそう何回もとはいかずでしたね。惜しい感じでしたけどね。それでこの会場の作りを見た時に絶対やってくれるだろうと思っていたので、3階のバルコニーみたいなところを見上げてたら、やっぱり小畑さんとミサさんだと思いますが、会場を見下ろして手を振ってくれてました。2回目はミンチョも姿を見せてくれていたように思います。こっちも思いっきり笑顔で手を振り返しました。いや、やっぱり常に最高を更新してくれるメイドさんたちです。 MC のコントもどんどん冴えていきますし、やっぱり演奏される曲たちが強すぎます。聞かせてやってるみたいなのは一切なくて、自分たちが楽しむのを裾分けしてくれているというか、メイドさんたちが本当に楽しそうにやってくれるからこそ、こっちもめちゃくちゃ楽しいというこの感覚は本当に最高です。私的には最高のお給仕に帰宅できたという満足感だけではなく、特大あたりのウルトラビッグポスターが当たってしまうとか、前回の札幌遠征に引き続き今回の九州遠征でも嬉しいことが起こりすぎです。自らの運の良さにも感謝です。恒例のサイちゃんのポストは今回はお給仕直後にアップされましたが、福岡めっちゃ楽しかった、皆様最高ありがとうございました、ハッシュタグバンドメイドで感想よろしくね、皆様の大合唱嬉しかった、すごかった、腕も高く上げてくれてありがとう、飛び跳ねてくれて感謝、また会おうねでしたね。本当に2日連続の小鳩スペシャルも最高でしたし、思いっきり声出して腕上げて飛び跳ねさせてくれましたし、こちらこそ感謝でいっぱいです。あと最後にもう少し、お給仕翌日12時40分福岡空港発のピーチを予約していましたので、ホテルをチェックアウトして福岡空港に向かい、知り合いの名手様たちと合流したのですが、やっぱり公開ラジオ放送を見たくなって18時発のピーチの席が残っていたので、元の予約をキャンセルして見に行くことにしました。それで再度天神に引き返して1本目のラブ FM に行ってみると、12時過ぎくらいなのにすでに5人くらい知り合いの名手様たちがおられました。なのでそのまま昼食も取らずに一緒に待つ形にしました。時間が近づくと海外お召し様軍団も来られて、公開スタジオ前は30人くらいになってました。
驚いたことに福岡空港にいたはずのお名手様2人が飛行機が遅れているので少しだけ見れるということで駆けつけて来られました。すごい情熱です。それで放送開始の14時の少し前に久保田さんとさえちゃんがスタジオに入っていくところで手を振ったりしてたら、笑顔で手を振り返してくれました。それで放送が始まりましたが、ガラス越しではありますが、ものすごく近い位置に手前に久保田さん、奥にさえちゃんがいます。久保田さんは相変わらず可愛いですし、さえちゃんの横顔は芸術的でさえあります。お給仕のような感じで外も盛り上がって放送終わりとなりますが、スタジオを出ていく時に知り合いのお嬢様お名手様の手をさえちゃんが握って、ものすごく感動的な言葉を発してくれてました。詳細は語れませんが、本当に私も涙が出てしまいました。いやいや、さえちゃんというかメイドさんたちみんなだと思うのですが、相当私たちお名手のことを知ってくれているんじゃないかと思いました。感動しながらそのお名手様とタクシーで次のスタジオになる FM 福岡に行って、こちらも楽しく鑑賞できました。福岡はこの公開ラジオ放送があるので気を抜けないんですよね。しかし先週の札幌から今回の熊本福岡の遠征お給仕帰宅は、私の予想をはるかに上回るサプライズと感動と嬉しすぎる出来事や、お名手様との交流や、当然特別で最高な内容のお給仕とか、本当にものすごい2週間でした。この動画をアップできるのは多分セカンドラウンド終了後になってしまうと思いますが、本当に最高を更新し続けてくれるメイドさんたちには驚きと感謝の気持ちしかありません。私の次回帰宅は週末の名古屋ダイヤモンドホール 2days です。セカンドラウンドのファイナルとなる 2days ですし、ミンチョの体はもちろん喉は戻っていてくれてるのかとかの心配事もありますが、ショーゼボのスクリームは誰なのかとか、瀬戸りもどうなるんだろうとかも含めてワクワクが止まりません。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。